東洋 Language School Presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。 それでは東洋ランゲージスクールプレゼンツ日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。 本日の留学生を東洋言語学院の石川が紹介します。本日の学生はインド出身のシェイクアフシャン・ナワズさんです。मेरा नाम अफशा है। मैं इंडिया से हूँ। アフシャさん、今日はよろしくお願いします。はい。アフシャさんは家族と一緒に江戸川区に住んでるんですよね。はい。去年の10月にインドのマハラシュトラから来ました。おお、もう一回教えて。インドのアフシャさんの町の名前、マハラシュトラ。マハラシュトラ。はい。お有名な、ムンバイ、知ってますか？知ってます、知ってます。ムンバイ。はい、ムンバイの隣にあります。あ、そうなんだ。どんな町なんですか？マハラシュトラの中、たくさんフォートあります。あ、昔のフォート、お城？はい、昔のフォート、有名なマハラジャとか、シワジーマハラジ、はい、昔のとか有名です。昔のマハラジャが住んでいましたお城がありますね。はい。そうなんだ。じゃあすごく歴史のある町なんですね。はい。観光客もたくさん来る。はい。あ、そうなんだ。じゃあアフシャさんみたいなマハシュトラに住んでる人もそういうお城を見に行くことってあるの？はい。あ、そうなんだね。日本にもさ、たくさんお城とかあるんだけど、日本で行った場所ある？東京以外。大阪？はい。本当？はい。大阪行ったことある？はい。あ、そうなんだ。ユニバーサル・スタジオで。そうなんだ、ユニバーサル・スタジオ行きました。はい。どうだったユニバーサル・スタジオ？楽しみに。楽しかった。はい。ハリー・ポッターのとか。はいね、私も一回行ったことあるけど、あれすごいですよね。面白いとか、子供も楽しみにしました。そっか、アフシャさんお子さんいるから、お子さんと一緒にユニバーサル・スタジオ・ジャパン行きましたね。はい。いいですね。他にもなんか日本で行ったことがある場所ある？旅行。東京であります。どこ？お台場とか、東京タワー、江戸川、お台場、東京タワー、東京スカイツリー。スカイツリー。江戸川区に東洋言語学院あるんですけど、スカイツリー頑張ったら見えるって言ってくれてます。はい。角度によってはスカイツリー見える場所にあるんですよね。なるほどね。ちょっと今旅行難しいけど、コロナのことがちょっと落ち着いたら東京も大阪もいろんなところにもっと行けるといいですね。はい。さっきさちょっとお子さんの話が出てきたんですけど、アッシャさんお子さんも日本語を話すんですか？話しません。あ、そうなんだ。お子さんは何語？英語とかヒンディー語。お子さんは英語とヒンディー語。アッシャさんはヒンディー語と英語と日本語。旦那さんは？ヒンディー語と英語と日本語話せますとか読みません。そっか。じゃあアフシャさんが今日本語を頑張りましょうだね。はい、ありがとうございます。今さどうですか日本語の勉強？今 N3 レベルを勉強していますが、文法は難しいです。そっか。皆さん N3 レベルって初級レベルからもうちょっと一歩踏み出したくらいのレベルなんですよね。簡単な挨拶とかはできるし、何か簡単な質問とかに答えられるっていうレベルから一歩抜け出してコミュニケーションをもうちょっとできるようにしていこう、日常会話をもうちょっとできるようにしていこうっていうくらいのレベルが N3 レベルで、アッシュさん今それを勉強していますね。はい。日本語文法難しい？はい。そっか。文法以外はどう？漢字とか？漢字のイメージの考えと優しい簡単です。そっか。はい。イメージから漢字を勉強していくと簡単に勉強できる。はい。なるほどね。東洋言語学院は江戸川区にあって、江戸川区ってインドの方すごく多いんですよね。だからインドの学生もたくさんいるんですけれども、漢字難しいっていう時にそういうイメージから勉強していくっていうのはすごいいい勉強法ですね。はい、TLS の先生
と優しいですね。ありがとうございます。一緒に頑張って勉強していきましょう。はい。でも今日は私アフシャさんに日本語だけじゃなくってヒンディー語もちょっと教えてもらいたいなって思ってるんですよ。そうですか。だから今日はいつも TLS の先生優しいってアフシャさんさっき言ってくれました。アフシャさんが私の優しい先生お願いします。はい。はい、アフシャさん、日本人がヒンディー語を勉強するとき何が難しい？書くの時難しいです。なるほどね。さっきアフシャさん漢字をイメージで勉強したって言ってくれたんですけど、私さっきアフシャさんにインドの有名な言葉ね、ナマステ。はい、こんにちは。はい、こんにちはです。そうナマステさっき書いてもらったんですよ。今手元にあるんですけど、これねわからない。すごく漢字じゃない国から来た学生の気持ちを今私も味わってます。皆さんに見せてあげたいんですけど、なんかひらがなの「み」みたいな字が書いてある。これ「ま」ナマステの「ま」とひらがなの「み」ちょっと似てるよね。ナマステ。はい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 。似てるよね。はいはい、同じです。はい。ちょっと日本語のひらがなっぽい感じもあるんだけど、まずどこからどこまでが一文字なのかちょっとわからないんだよね。一緒に読みましょう。ありがとうございます。でもちょっとラジオなんで、今日ちょっと文字は置いておいて、ヒンディー語の会話っていうかヒンディー語の発音みたいなの教えてほしいんだけど、なんかヒンディー語の言葉一つ教えてください。どうぞ。今は暑いですね。अभी गर्मी है。ちょっと待って。今は暑いですねのヒンディー語ね。はい。はい。今の意味、अभी。अभीが今。今。はい。暑いの意味はगर्मी。गर्मी。ですの意味है。गर्मी है。はい。今なんだっけ？अभी गर्मी है。अभी गर्मी है。はい。上手ね。本当？ありがとうございます。ちょっとナチュラルスピードお願いします。अभी गर्मी है。अभी गर्मी है。オッケー。本当？すごい。ねえねえ、अभी गर्मी हैって言います。相手の人なんて言うの？अभी गर्मी है。अभी गर्मी है。はい。अभी गर्मी है。अभी गर्मी है。अभी गर्मी है。今日暑いですね。暑いですね。はい。なるほどね。よく日本人の人はこんにちはとかおはようございますの後、天気の話好きです。いい天気ですねとか、今日ちょっと暑いですね、寒いですね、よく言うんですけど、インドの人もそう？インドもナマステアビガルミヘっていうの。ナマステアビガルミヘ。インドの暑いとてもですから、アビガルミヘってよく言います。はい。じゃあインドの人と挨拶するとき、ナマステだけで終わるんじゃなくて、ナマステアビガルミヘっていうと、元気ですかとか、आप कैसे हो。おっと、一個来ました。कैसे हो。はい。कैसे हो。कैसे हो。आप。はい。आप कैसे हो。आपの意味はあなたの。OK。आप कैसे हो。はい。これが元気ですか？はい。私すごいヒンディー語喋れるようになった。ナマステ、アビガルミヘ、アプケセコ。アプケセホ。アプケセホ。はい。ナマステ、アビガルミヘ、アプケセホ。はい。どう？すごいね。ありがとう。私のヒンディー語何点ですか、アフシャさん？10点ですね。10点？待って、アフシャさん。10点？100点？10点の10から。10点？はい。100点？はい。パーフェクト？はい。やったー。皆さんヒンディー語で私100点いただきました。ありがとうございます。学校、日本も今すっごい暑いじゃないですか。日本も今アビガミヘですね。はい。インドと日本どっちが暑い？インドの暑い。インドの方が暑い。45点だけ暑いんです。本当ですか？はい。インド45度ぐらいによくなるの。5月の40
5点ぐらい暑いです。 5月が一番暑い。はい。一番暑い5月になると45度くらいになる。38点38点ぐらい。でも45度マックスの時は45度ぐらいになるんだ。そっか、じゃあそれはもうインドのいろんなところでアビガルミヘアビガルミヘってみんな言ってますね。はい。そっかそっか、ありがとうございます。今日はちょっとインドのねアフシャさんの話たくさん聞いて面白かったんですけれども、ちょっとそろそろ、音楽を聴いてみたいなと思います。ヒンディー語の歌って私初めて聞くかもしれません。でもヒンディーのインドの映画って音楽とかすごく有名ですよね。インドのたくさんシンガーあります。私の大好きな有名なアドナン・サミです。今日の人、アドナン・サミさん。はい。はい、この人はインドではすごく有名なシンガーなんだ。はい、有名なシンガーです。男の人？男の子です。男性のとても有名なシンガーの曲ということですね。はい、どんな歌なの？ロマンティックとか、サードソングとか。サードソング。はい。ラブソングだけど、はい、ラブソング。ちょっとサードソング、悲しい歌なんだ。はい、さよならっていう歌。はい。なるほどね。じゃあちょっとそんな切ない歌聞いてみましょう。アフシャさん、曲の紹介をお願いします。はい。これはヒンディー語のアドナン・サミのカビとナザルミラオです。皆さん聞いてください。東洋 Language School presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。 はい、ここからは東洋言語学院の田中が石川に代わって放送をお送りします。ここからのコーナーはこれ学生たちに聞いてみた。学生たちに聞いてみたと題して、留学生の皆さんが日本に来て、そして東洋言語学院で勉強してみてびっくりしたことを聞いていきたいと思います。さあ、アフシャさん、引き続きよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。アフシャさんは去年2020年の10月に日本に来ましたね。どうですか、はい、日本で生活してみて。はい、日本の生活は安いです。電車とか、困るの時、日本人電話で、翻訳から探しています。はい、電車に乗る時ちょっと困ったりしますよね。はいはい、日本の電車はちょっと難しい。漢字ありますとか、初めて漢字とか日本語わかりませんとか、ちょっと難しいです。やっぱりね、駅の名前難しいですね。駅の名前とか。そっか、そういう時に日本人がスマホで地図もわかりません。そうですよね。地図もちょっと難しいです。はい、そういう時にどっちのライン探しとか、日本人と英語でトランスレートします。そっかそっか。じゃあ電車に乗る時の駅の名前と電車のその路線、どの電車に乗りますかっていうのを助けてくれてるんですね。そっか。比較的ね、結構この東洋言語学院があるこの西葛西のエリア、インドのね出身の方がたくさん住んでいるというのも特徴なんですけれども、地元にいる人たちがよく分かってるかもしれないですね。アフシャさん、4月からね東洋言語学院で勉強を始めたばっかりですけれども、じゃあ TLS の勉強はどうですか？とても楽しいです。先生も優しいとか、タイムも私のカンフォテーブルです。とかはい、楽しみです。楽しいんですね。クラスの友達はできましたか？はい、クラスもたくさん友達あります。いろいろな国から来ました。クラスメートはどんな国の友達がいますか？中国とフランスとイスラエルとか、オンラインもありますと、カナダとか香港、はい、あります。じゃあオンラインで授業に参加している人ともクラスでコミュニケーションを取ってるんですね。会話時いろいろな国の
話してます。みんなの国のことを教えてもらいながら、授業の中でね。何かこう新しく教えてもらったことはありますか？いろいろな国の有名な場所とか有名な食べ物とか有名な生活を何ですかとかいろいろあります。インターネットには載っていないこととかもね。話すの時いいです。インターネットの探しの時大変ですか？そうですね。インターネットは情報が多いから、逆にね、クラスメートからおすすめを聞くのは早いですね。そしてローカルの、特別な情報だから、いいですね。そういう話ができるの。食べ物の話はどんな話しました？フランス人のフレンチトーストは有名です。フレンチトースト有名。中国と豆腐。豆腐は有名です。今まで食べないです。そうなんだ。インドでは豆腐は料理しないですか？ないです。しないです。じゃあ日本でもねお豆腐売ってますけど、日本では食べました？食べません。今まで。そっか。じゃあ豆腐はちょっとアフシャさんせっかくだから料理してみてください。ヘルシーですから。じゃあ豆腐の味は何ですか？豆腐はね、大豆、ソイビーンズなので、ソイビーンズの味のちょっとケーキみたいな柔らかいです。豆腐は柔らかいですから。でもいろんなお料理に使えるので、アフシャさんね、お家でもママは料理すると思うからぜひ作ってあげて家族に見てください。食べ物の話以外もね、いろいろできると思うんだけれども、勉強してる時に何か困ったことをみんなで相談したりとか。そうですね。私たちもね、今アフシャさんが言ってくれたみたいにいろんな国の学生たちから東洋言語学院に集まってほしいなと思っていますので、ね、せっかく日本語の学校で日本語の勉強をするならここでしか DLS でしか提供できないっていう環境を作っていきたいと思っています。それではアフシャさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。私はここまで。石川さんにお返しします。アフシャさん、あっという間に時間が過ぎちゃいました。さっきはヒンディー語の歌を紹介してもらいましたから、今度は日本の歌を紹介してください。菅田将暉の間違い探しです。これはドラマの歌です。皆さんバイバイ。Toyo Language School presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station